シドニー発あゆのナチュラルセラピーチャンネル。今日はうんちを見れば健康状態がわかるという話をしていきます。皆さんは毎日どんなうんちが出ているか確認していますか？浮いているのか沈んでいるのか、形はどうか、大きさはどうか、匂いはあるか、浮いているか沈んでいるかで食べ物にどれだけ脂肪が含まれているかがわかります。揚げ物中心だったりジャンクフードだと全体的に浮いた状態です。これだと食物繊維やビタミン、ミネラルが十分取れていないです。沈んでいるのはそれよりもずっと良くて、食物繊維、ビタミン、ミネラル、タンパク質、炭水化物は十分に取れていますが、全部沈んでて少しも浮いた部分がないと脂肪分が少なすぎなので、ホルモンが十分に作られません。1、2割浮いているのが理想です。ホルモンは体を動かすのにも頭で考えるのにも必要です。脂肪はそのホルモンを作る材料となるので、毎日取らないと心身の健康は保てません。小さなお子さんは成長ホルモンが必要なので、食事の 40% を脂肪分にしましょうと書かれているほどです。大人になっても成長ホルモンは必要で、細胞の再生に欠かせないです。形なんですが、ある程度太くて長いバナナのような便が一番健康です。消化、吸収、排泄がスムーズで気持ちいいくらいにスルッと出ます。練りと照りがあり、腸の蠕動運動がきちんと行われています。その見本のようなうんちを見たことがあって、1歳児のうんちだったんですが、直径4、5センチあって長さが15センチくらいあったんですね。腸の蠕動運動がきちんと行われているようで、練りも照りも完璧でした。あんな小さな体から大人よりも太い立派なうんちが出るなんて、びっくりするとともに感動しました。キレキレのコロコロ状態だと腸の蠕動運動がうまく行われていません。原因の一つが食物繊維不足、つまりうんちの材料不足です。もう一つの原因はストレスです。ストレスで自律神経が乱れてちゃんと腸が動かなくなっているのです。食物繊維は2種類あって、かさを増し立派な大きさにするための不溶性食物繊維、小豆、大豆、切り干し大根、きな粉、おから、ブラン、ふすまですね、などに多く含まれています。もう一つは血液の中に入って余分な塩分やコレステロールなどを取り除く水溶性食物繊維があります。水溶性食物繊維の量が多い食品はこんにゃく、きくらげ、ケール、アマニ、小豆、大豆食品などです。IBS 過敏性大腸症候群の方はコロコロうんちのことがあるようです。カチカチのうんちは便意を我慢したりしてタイミングよく外に出さなかったため、小腸で栄養吸収、大腸で水分吸収が行われるんですけど、大腸の水分吸収を複数回行ってしまった結果、カチカチになって外に出すのに苦労します。硬いうんちは切れ字の元になるので、トイレは便意があればすぐに行く、水分を多めに摂る、うんちの水分が増えるように海藻類、きのこ類、大麦、ネバネバ食品などを摂ってスルッと出るようにしましょう。旅先などの応急処置でオリーブオイルやアマニ油を大さじ1杯飲むのもいいです。細いうんちが出る場合は、食べ方が足りない、消化がちゃんとできていない、水分を取りすぎている時に見られます。不溶性食物繊維を摂って
太いうんちが出るよう努力してみましょう。ドロドロのうんちは脂肪分を多く取りすぎているか、ストレスで自律神経が乱れている時に起こります。油物を減らしたり、ストレス対策をして改善しましょう。液状のビチビチうんちは消化・吸収の過程が行われる前に出てしまったものです。暴飲暴食や冷たいものでお腹を壊した時や、寝冷えなどで体を冷やしてしまった、腰が凝っている時などに起こります。下痢になると腸粘膜が剥がれてしまうので、回復に時間がかかることもあります。消化の良いものを食べ、水分補給をしていたわりましょう。長く続く場合は医療機関で相談しましょう。次に色のお話です。黄土色だと善玉菌がたくさんいる健康なうんちです。ただし匂いがきつい場合は消化できなかった脂肪がある可能性があります。栄養バランスを心がけた食事に改善してみてください。オレンジがかった黄土色だと善玉菌が多い理想的なうんちです。薄茶も健康的なうんちですが、善玉菌の量はオレンジほどではないです。茶色は肉や脂肪の摂りすぎです。栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。濃い茶色は便秘、肉類の食べ過ぎ、ココアやチョコレートの食べ過ぎなことが多いです。緑色のうんちは野菜や海藻類をたくさん食べた時と消化不良の時に見られます。下痢状で緑の場合は急性腸炎の疑いがあるので、すぐに医療機関を受診しましょう。黒いうんちは鉄分の多い食べ物やイカスミを食べる非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド薬の使用で出ます。これらに心当たりがないのに黒いうんちが出た場合は病気が隠れている可能性が高いので、医療機関を受診してください。赤いうんちは鮮やかな赤なら痔などの肛門裂傷から来ていて、赤黒いのは大腸疾患の可能性が高いので医療機関を受診してください。白いうんちは脂肪便またはバリウムを飲んだ後に出ます。次に匂いです。順調に適度な速度で胃腸を通って出てきた善玉菌が多いうんちはあまり臭くありません。ちょっと酸っぱい匂いや香ばしい匂いがします。悪玉菌が優勢になってくると臭くなってきます。タンパク質の消化をする時も匂いが出るので、タンパク質をたくさん摂る方の便は臭いです。他にもストレスで消化機能が低下すると臭くなります。とても臭いうんちは便秘で便が腸内で発酵・腐敗した時にガスが発生することで起こったり、悪玉菌が優勢で揮発性硫黄化合物が作られて臭くなったり、消化に時間のかかる食べ物やストレスで消化機能が低下して腸内で消化する前に腐敗して臭くなることがあります。ニンニクなどの匂いの強いものを食べて臭くなることはありますが、これは一時的なものなので心配はいりません。健康的なうんちを作るために必要なのが最近注目されている腸活です。腸活は栄養バランスの取れた食生活、1日野菜5種類、果物2種類、お肉を週2回、お魚・シーフードを週2回、豆や大豆製品などのベジタリアン食を週2回、乳製品・発酵食品を毎日食べる、軽い運動、十分な睡眠を実践することでできます。うんちは健康のバロメーターです。スルッと出る健康なうんちが出るように、毎回色や形、匂いをチェックして栄養バランスに気をつけ、ストレスをためない工夫、適度な運動、十分な睡眠を心がけてみましょう。